日本語ですでに知っていることを教わるシリーズにようこそ。今日は代数学の基礎を学びます。代数学は変数を取り扱います。変数とは俗に言う数式の中の文字のことです。特にその値があらかじめ定まっていない文字、またはその値がまだ判明していない文字を指します。反対に文字は文字でも π や e のようにあらかじめ値が決まっている文字は定数と呼びます。変数の中には様々な値を当てはめることができます。この行為を代入と言います。例えば、x という変数の中に3という値を入れる場合、x に3を代入すると言います。方程式とは値が不明な文字を含む等式のことです。このような文字は未知数と呼ばれます。慣例的に未知数は x や y や z をもって表記されます。反対にすでに値が判明している文字は奇知数と言います。方程式を変形して未知数の値を求める行為を方程式を解くと言い、求まった未知数の値を方程式の解もしくは根または 0.0 点と呼びます。続いて方程式の構成要素を見てみましょう。方程式は統合、つまりイコールを挟んで右辺と左辺に分けられます。右辺と左辺はそれぞれ最低一つの項から成り立ちます。項はプラスおよびマイナスの記号によって隔てられる数式の最小構成単位です。一つの項において変数の左側に書かれる定数のことをその変数の係数と言います。例えば 2x3 乗の係数は2です。係数が1の場合は1を省略するのが習わしです。係数に π や e などの特別な数学定数が含まれる場合は通常の数字、特別な定数、変数の順に並べます。また同じ変数同士が複数回掛け合わされている場合、その掛け合わせた回数は次数をもって表記します。単一の項の中に複数の種類の変数が含まれる場合、アルファベット順に変数を整理して表記します。一つの数式の中に複数の項が存在する場合、次数が高い項から順に並べるのが通例です。このような並べ方を項べきと言います。その反対に次数の低い項から順に並べることを小べきと言います。方程式には種類がいくつかあります。今日は基本的な方程式の種類をいくつか紹介します。方程式を分類する際、方程式の項の中で最も次数が高い項に注目します。最も高い次数が1である方程式を一次方程式、2ならば二次方程式、そして3ならば三次方程式と呼びます。例えば 3x2 乗足す 2x 足す1イコール0という方程式ならば、一つ目の項、つまり 3x2 乗の次数が2で最も高いため、この方程式は二次方程式です。また、一つの方程式の中に複数の種類の変数があるとき、その方程式は多元方程式または多変数方程式と言います。さらに、複数の方程式が共通の解を持つ場合、これらの方程式を連立方程式または方程式系と呼びます。基本はこのあたりに留めておきましょう。また次回。